今日もお疲れ様です。ブルーミートークのあきりです。このポッドキャストでは、日本語で働く外国人の皆さんに向けて、ビジネス日本語やコミュニケーション、そして仕事で役立つ様々な情報をお届けしています。私が運営しているビジネス日本語を学びたい外国人の方向けのブルーミッシュジャパニーズオンラインスクールというスクールでは、日本人はなぜそのように話すのか、なぜそのような行動をするのかのように、日本語だけではなく、日本のビジネスコミュニケーションや小習慣についても大切にしながら授業をしています。私はいつも思うんですが、仕事で本当に大切なのは、単語をたくさん知っていること、文法を正しく伝えることだけではなく、相手がどうしてその言葉を使うのか、なぜそのような行動をするのか、その理由まで理解できるようになると、日本語はもっと面白くなりますし、日本人とのコミュニケーションももっと自然になります。今回は日本の小習慣の一つ、名詞交換を取り上げ、その背景にある歴史や文化、そして日本人の価値観について一緒に考えていきたいと思います。日本で働いている方なら名刺交換をした経験がある方もいらっしゃると思います。でも、どうして日本人はたった1枚のこの紙をここまで大切にするんだろうと思ったことはありませんか？実はその答えを知るためには、約160年前の日本まで遡る必要があります。今日はその歴史の旅に皆さんをご案内したいと思います。まず質問です。皆さんは鎖国という言葉を聞いたことがありますか？日本の歴史を勉強すると必ず出てくる言葉です。でも鎖国って何だったんでしょうか？今の日本は世界中の人が旅行に来ます。今年の1月から6月まで日本を訪れた外国人旅行者の数は2000万人を超えています。そして日本には外国の会社もあります。海外の商品もたくさん売られています。インターネットを使えば世界中の人とすぐにつながることができます。ですが、約400年前の日本では全く違いました。当時の日本は江戸幕府という武士の政府によって治められていました。江戸幕府は1603年に始まり、およそ260年間日本を統治しました。そしてこの時代、日本は外国との交流を厳しく制限する政策をとります。それが鎖国です。ですが、ここで一つ知っておいていただきたいことがあります。実は、日本は外国と全く交流しなかったというのは正確ではありません。鎖国という言葉自体も江戸時代の初めから使われていた言葉ではなく、後の時代に作られた言葉なんです。実際には日本は外国との交流を完全にやめたわけではありませんでした。オランダや中国とは長崎を通じて貿易を続け、朝鮮や沖縄の琉球王国、北海道の蝦夷地とも限られた交流がありました。日本は世界との交流をゼロにした国ではなく、交流する相手や場所を厳しく管理した国だったんですね。では、どうしてそのような政策を取ったのでしょうか？理由はいくつかあります。一つは、国内を安定させるためです。江戸幕府ができる前の日本では、約100年間、多くの武士が戦う戦国時代が続いていました。ようやく平和になった日本で、幕府はもう大きな戦争を繰り返したくないと考えました。
もう一つの理由は外国の影響を慎重に管理するためです。当時、ヨーロッパの国々は世界各国へ進出を進めていました。貿易だけではなく、キリスト教を広める活動も広がっていました。幕府は急激に外国の影響が日本に広がると、政治や社会が不安定になる可能性があると考え、貿易相手や港を限定したんです。こうして日本は約200年以上、限られた形で世界と付き合っていきました。ところが、日本が静かな時代を過ごしている間に、世界では大きな変化が起こります。ヨーロッパでは産業革命が進み、蒸気船や鉄道が生まれ、国と国との交流はどんどん活発になっていきました。そして1853年、アメリカ海軍のペリーが黒い蒸気船を率いて日本へやってきます。日本ではその船を黒船と呼びました。ペリーは日本に国を開いてアメリカと貿易をしましょうと求めます。長い間限られた交流しかしてこなかった日本にとって、これは国の未来を左右する大きな出来事でした。日本はこのまま今までのやり方を続けるのか、それとも世界と共に歩んでいくのか、大きな選択を迫られたんです。その後、日本では大きな改革が始まります。それが明治維新です。外国人の皆さんに一言で説明するなら、明治維新とは、日本を世界に負けない近代国家へ作り変えた大改革ということです。1868年、新しい政府が誕生し、日本は世界から学び、日本をもっと強い国にしようという目標を掲げました。そこで、鉄道、郵便、銀行、学校、工場、会社という仕組み、そしてビジネスのルールまで世界中から新しい制度や文化を取り入れていきました。その中の一つが名刺だったんです。実は日本には江戸時代にも名刺のようなものがありました。誰かの家を訪ねて相手が留守だった時、和紙に自分の名前を書いて置いて帰る。そんな訪問しましたよというメッセージとして使われていました。そして幕末には海外へ派遣された幕府の使節団が現在に近い洋式の名刺を使い始めます。記録に残る最初の例は1860年にアメリカに渡った使節団だとされています。つまり名刺という仕組みそのものは海外から学んだ文化でした。ですがここで一つ不思議なことがあります。もし名刺が海外から来た文化なら、どうして日本だけこんなにも丁寧な名刺交換をするようになったのでしょうか。その答えは日本人が昔から大切にしてきた相手への敬意、そして人とのつながりという価値観にあります。皆さんは名刺交換をした後、相手がどのように名刺を扱っているか見たことがありますか？例えば、受け取った名刺をすぐに名刺入れに入れる人はあまりいません。会議中は机の上に置いて、相手の名前が見えるように並べる人が多いです。そして会議が終わった後も、そのまま名刺を捨てることはありません。名刺入れに入れて持ち帰り、名刺フォルダに入れて何年も保管している人もいます。会社によっては何百枚、何千枚という名刺を大切に整理している人もいます。外国人の皆さんはどうしてそこまで大切に保管するんだろうと思うかもしれません。ですが日本人にとって名刺は
単なる紙ではないんです。そこには会社名、名前、役職、部署、連絡先、そしてその人が積み重ねてきた仕事や信用が書かれています。つまり名詞というのはその人自身を表すものなんです。なので名詞を丁寧に扱うことは相手を大切にすることにつながります。逆に名詞を折ったり、机の上を投げるように置いたり、すぐ後ろのポケットへ入れたりすると、あなた自身を大切にしていませんという印象を与えてしまうことがあります。では、なぜそこまで相手を大切にするのでしょうか？それは、日本では仕事は人との信頼関係で成り立つという考え方があるからです。初めて会う相手とは、まず名刺を交換します。そしてお互いの名前、会社、役職を確認します。これはただ情報を確認しているのではありません。これから一緒にお仕事をお願いしますという人間関係のスタートなんです。なので日本では名刺交換の時間そのものが最初のコミュニケーションになります。相手がどんな表情で話しているのか、どんな話し方をしているのか、どんな会社なのか、そうした情報も含めてお互いを知る時間なんです。なので、名刺交換を急いで終わらせるのではなく、相手への敬意を示しながら丁寧に行います。日本では名刺という紙を大切にしているのではありません。その紙の向こうにいる人を大切にしているんです。ここまで日本人にとって名詞はただの紙ではなく、その人自身を表すものだとお話ししました。では、ここで一つ質問です。皆さんはどうして日本では名詞を両手で渡す、または両手で受け取るか知っていますか？うん、これにはあなたを大切に思っていますという気持ちを込めているんです。もちろん片手でも名刺は渡せます。片手で名刺を受け取ることもできます。ですが、両手を使うことで相手に対する敬意を動作で表現しているんです。日本では言葉だけではなく、動作もコミュニケーションの一つです。両手で物を渡す文化、または両手で物を受け取る文化は名刺交換だけではありません。例えば、お客様へ商品を渡すとき、領収書やお釣りを渡すとき、贈り物やお土産を渡すとき、賞状や記念品を渡すとき、こうした場面でも両手を添えて受け渡しすることがあります。皆さんも日本のお店で買い物をしたとき、店員さんがレシートやお釣りをこのように両手で渡してくれた経験はありませんか？もちろん日常生活でいつも両手を使うわけではありません。友達同士なら片手でスマートフォンを渡すこともあります。家族の間ではそんなに両手を使うのか片手を使うのか気にしません。ですが、敬意を表したい相手や正式な場面では今でも両手を使うことがよくあります。繰り返しますが、両手を使うという行動はあなたを大切にしていますというメッセージなんですね。ここで少し考えてみましょう。皆さんの国では敬意をどのように表現しますか？握手でしょうか？笑顔でしょうか？アイコンタクトでしょうか？国によって方法は様々だと思います。日本でももちろんありがとうございますという言葉で伝えることもあります。ですが、それと同じくらい行動を大切にします。例えば、深くお辞儀をする。相手より先にドアを開ける。
両手で物を渡す。相手より少し低い位置から名刺を差し出す。こうした小さな行動にも、あなたを大切に思っていますという気持ちが込められています。実はこの相手を大切にするという考え方は、日本語にも現れています。例えば、仕事で毎日のように使う、お世話になります、お世話になっておりますという表現。外国人の皆さんから、例えばメールでは毎回この挨拶を書く必要があるんですかと聞かれることがあります。確かに英語のメールでは Hi, Hello だけで始まることも多いですよね。ですが日本では違うんですね。いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。そんな気持ちを最初に伝えることで相手との関係を大切にしています。仕事で日本語を使うということは、ただ情報を交換するだけではありません。人間関係を築くための手段でもあるんです。今日は、どうして日本人は名刺を大切にするのかというテーマでお話ししました。名刺交換はただのビジネスマナーではありません。その背景には、日本人が昔から大切にしてきた人とのつながり、そして相手への敬意という価値観があります。だから名刺を丁寧に扱う。両手で渡す。相手の立場を理解しようとする。こうした一つ一つの行動は、あなたを大切に思っていますよというメッセージの表れです。最後に、日本には昔から形から入るという考え方があります。これは、まず正しい形を学んで実践することで、その意味や心が少しずつ理解できるようになるという考え方です。例えば、茶道、華道、書道、武道。これらは最初にどうしてこうするんだろうという理由を細かく説明するよりも、まず先生の動きを見て、同じようにやってみることを大切にします。最初は意味がわからなくても何度も何度も繰り返すうちに、なるほど、この動きにはこんな意味があったんだと気づく瞬間がやってきます。私は日本のビジネスマナーも同じだと思っています。最初はどうしてこんなことするんだろうと思うかもしれません。ですが実際にやってみる。そして名刺交換であれば相手を大切にする気持ちで名刺を受け取る。その経験を繰り返していくと少しずつ日本人が何を大切にしているのか、どうしてそのような細かな行動をとるのか、その価値観が見えてきます。名刺交換のマナーを学んでいるようで、実は本当に学んでいるのは相手を尊重する姿勢なのかもしれません。日本語を勉強する中で、やはり文化を知ると日本語はもっと面白くなると思います。そして日本人の考え方も今までよりもずっと理解できるようになると思います。ブルーミートークではこれからも日本語を通して日本という国の歴史や文化、そして日本人の価値観を皆さんと一緒に学んでいけたらと思っています。そして今回のような実際にビジネスの場でのコミュニケーションのやり方、様々な場面に合わせた言葉選びや敬語の使い方といった実践練習はブルーミッシュジャパニーズオンラインスクールで練習することができます。キャリアアップのために日本語を磨きたい。やりたい仕事を日本語でできるようになるためにもっと日本語が上手になりたい。もっとプロフェッショナルな日本語を学びたいという方は、ぜひオンラインスクールにご参加ください。体験授業も行っていますので、詳しくはキャプションにある URL からご確認ください。それでは今回も最後までお聞きくださりありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。お疲れ様でした。